皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは、大阪・関西万博2025です。皆さん、2025年今年の4月13日から10月13日まで大阪の夢洲というところで大阪万博 Expo 2025大阪があります。これ皆さん知っていましたか？国際博覧会エキスポは5年に1回開催されるイベントで、前回はドバイで開催されていました。これを聞いてくれている方の中には、前回のドバイのエキスポに行ったという方もいるかと思います。そして今回は大阪で開催されます。まず万博とはですが、万博とは世界中からたくさんのものや人が集まるイベントで、地球規模の様々な課題に取り組むために、世界各地から英知が集まる場所です。大阪で万博が開催されるのは実は初めてではないんです。前回大阪で開催されたのは1970年です。1970年に日本、そしてアジアで初めて開催されました。これはちょっと昔すぎて、これを聞いてくださっている方の中で実際に行ったよとかテレビで見たっていう方はほとんどいないかと思いますが、今から55年前に開催されました。その時に建てられた太陽の塔という建物があります。これも大阪の万博公園というところにまだあっていつでも見れます。そしてここから55年の時を経て、もう一度大阪で万博が開催されます。せっかくこんな大きなイベントが大阪で開催されるということなんで、私は行きたいなと思っているし、この開催期間中に大阪に遊びに来る機会があるなら、皆さんにもぜひ行ってほしいなと思っています。私が初めて海外とか、特にヨーロッパに旅行した時に、もっとヨーロッパの歴史を勉強しておけばなとか、キリスト教だったりいろんな文化とか歴史を勉強しておけばもっと旅行が楽しかっただろうなって思うことがありました。なぜどうやってその建物が建設されたのか、ここで何があったのか、どんな歴史を刻んできたのかっていうのが、そこにあるストーリーを知っていたらもっと楽しかったなとか、同じものを見るだけでも、同じものを体験するだけでも感動が違ったなって思うことがありました。なので今回の大阪の万博に行く前に見どころなどを知ってもらって実際に行って楽しんでもらえればなと思います。ではエキスポ大阪2025大阪万博についてお話ししていこうと思います。ではまずは今回開催される場所についてです。今回は夢洲という人工の埋め立て地、人工の島で開催されます。人工の島って思った方もいるかと思いますが、そうです。人工の島です。埋め立て地です。ここで開催されます。場所は USJ からとっても近いです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから近い場所なので、そこに行ったことがある方は、あの辺ねって思っておいたらいいかなと思います。では今回の万博のテーマですが、それは命輝く未来社会のデザイン。Designing Future Society for Our Lives です。なので、これを基盤に、これを元にして各国だったり企業のパビリオンがたくさんあります。では、私が思うこの万博の見どころを4つ紹介していこうと思います。まず見どころ1つ目は大屋根リングです。木でできた大きいリング、輪っかです。これが今回の万博のシンボルだと思います。この木でできた大屋根リングの高さはなんと20メートルで、一周約2キロあります。そしてこれは世界最大の木造建築みたいです。
世界最大の木造建築を今回の万博で見ることができます。これだけ聞いてもめっちゃ楽しみになりませんか？私個人的にはめちゃめちゃ楽しみです。で、この木造建築の建築方法なんですが、日本の伝統的な建築方法と最新の技術を組み合わせて作られています。これは京都にある清水寺の舞台などに使われている建築方法でもあるんですが、木と木を組み合わせて大きな建物を作っていく建築方法です。すっごい大きい建築なんですけど、いろんな最新技術と組み合わせることによって地震が来ても耐えられるような構造になっているみたいです。それが今回の万博で間近で体験することができます。そしてこの高さ20メートルもあるリングなんですが、この上に登ることもできます。このリングの上を歩いて散歩したり、リングの上には芝生があるんですが、そこでリラックスしたりくつろいだりもできます。で、高さが20メートルもあって、周りに高い建物はないので、リングの上に登ると、大阪の市内だったり、大阪湾だったり、とても綺麗な壮大な景色を楽しむことができます。なので行くならぜひ晴れてる日を狙って行って、そういった景色も楽しんでもらえたらなって思います。夕方のサンセット、夕日だったり、あとは夜になったらライトアップもされるみたいなんですけど、このライトアップもめっちゃ綺麗だと思います。写真を見る感じでは。そしてこのライトアップされた大屋根リングのところで噴水のショーが行われたりして、もう朝から晩までずっと楽しめるみたいです。そしてこのリングには他にも役割があって、雨だったり風が強い時にはそれをしのぐ役割になっていたり、日が強い夏なんかもずっと日差しがすっごい強いと思うんですけど、その日を遮る役割だったり、万博のこの会場を快適な空間にするための役割があるみたいです。では次、見どころ2つ目は、約158の国と地域、そして7つの国際機関が集まってパビリオンがいろいろあるみたいです。これが見どころ2つ目です。このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんなんですが、一番は日本から聞いてくださっている方が多いです。勉強中の方がたくさん聞いてくれているのかなと思うんですが、その次に多いのがアメリカ、ベトナム、ミャンマー、そして韓国にいる方々が多いんです。なので、その中でその国オリジナルのパビリオンがあるアメリカと韓国のパビリオン、そこを少しお話しして、あとは私個人的に行きたいなと感じているパビリオンを紹介したいなと思います。まずはアメリカのパビリオンです。アメリカ館のテーマは、共に創出できることを想像しよう。これがテーマみたいです。建物は木造の外観と、あとは真ん中にキューブが浮かぶように配置されて、ステージなども設けられているみたいです。このアメリカ館ではテクノロジー、宇宙開発、教育、文化、起業家製品などアメリカを象徴するような技術だったり未来に向けてのいろんな展示だったり没入型展示エリアなどたくさんあるみたいなので、とっても面白そうだなと思います。そして次に韓国館、韓国のパビリオンです。韓国のテーマは心に寄り添う命花開く未来へだそうです。韓国館、韓国のパビリオンの建物の一番前に巨大なスクリーンが設置されています。この映像を見てこれぞ韓国というなんか象徴な気がしました。韓国のエンタメだったり K-POP 含め韓国ドラマとかいろいろありますよね。そういったものと一緒に未来へつながっていくみたいな、未来を作り出していく。韓国を本当に一目見るだけでわかるような建物だなって思いました。では次、私が個人的に行ってみたいパビリオンをご紹介します。一つ目はオランダ館です。オランダのパビリオンです。オランダ館の真ん中に浮かぶ丸い球体があります。これもめちゃめちゃ特徴的でユニークで、この建築だけ見ても本当にすごいなと思います。そしてこの球体は持続的に利用可能なクリーンエネルギーと
日の出を表しているみたいです。そしてこの球体のサイズに、うわ、そこつなげてきてるんかっていうちょっと感動ポイントが一つあります。前回大阪で万博が行われた時に建てられた太陽の塔というものがあります。この太陽の塔の顔のサイズとこの球体のサイズが同じみたいです。ここにそのオランダ間の球体に大阪万博の歴史をつなげてきて、新たに生まれ変わって未来へとつながっていく感じ、これがなんか結構私的にはグッときたので行ってみたいなと思います。そして次は中国館です。中国のパビリオンです。この中国館に行ってみたいなと思った理由は、外観がめっちゃかっこいいからです。パビリオンの外観は中国の伝統的な書道の巻物を広げた形をモチーフにしているみたいです。個人的にはこれがめちゃめちゃかっこいいなと思って、この映像を少しだけ見たんですけど、うわ、すごって思ったので行ってみたいなって思います。これを生で見てみたいなって思います。ちなみにテーマは自然と共に生きるコミュニティの構築、グリーン発展の未来社会だそうです。その他にも気になる、行ってみたい、見てみたいものが本当にたくさんあります。私はただ写真を見ているだけで結構感動しているというか、もうめっちゃ楽しみって思っているので、実際に行って見てみたいなと思います。それぞれのパビリオンの中に行っていろいろ体験するのも一つなんですけど、そのパビリオンを外から眺めるだけでも、建築を見るだけでもものすごく価値があると思います。各国、それぞれの国がどんな歴史があって、今その一つの国として今後どうなっていきたいかというそれぞれの色が本当に出ているなと思います。なので皆さんもどこに行くか決めた際には実際にいろいろ調べてみて、そのストーリーをちゃんと知った上で実際に見に行ってみるとより感動できるのではないかなと思います。では次、見どころ3つ目。それは日本国内のパビリオンです。日本国内のパビリオンは日本館、大阪・関西ヘルスケアパビリオンなど、あとは民間の企業が手掛けているパビリオンだったり、日本のトップのデザイナー、研究者とかが8人選ばれて、その8人が各テーマに沿ってお届けするものがあります。本当にいろいろありすぎて、このポッドキャストだけでは全然伝えきれないんですが、その中でも面白そうと思ったものをご紹介します。まず一つ目はヘルスケアパビリオンです。ここでは皆さんが2050年にどのような姿になっているのかを体験できます。実際に写真に撮ったり、肌年齢などが測定されて、そしてアドバイスもくれます。皆さんの体のデータをもとに補った方がいい栄養素とか、それの食事のなんかサンプルみたいなのがもらえたり、髪の毛とか自分の肌に合った商品、サンプルももらえたりします。自分のことをもっとよりよく深く理解する、知れるパビリオンになっているなと思います。そして他には iPS 細胞を使って作った心臓とか、マシンに入るだけで綺麗になるお風呂みたいな、そこに入るだけで15分後には現れて乾燥まで完了して出てこれるみたいなマシンもあるみたいです。いろんな最新技術が見られるみたいなので、私個人的には行ってみたいなと思っているところです。そして次はガンダム Next Future Pavilion です。これはガンダム好きな人多いんじゃないと思って紹介してみました。実際に巨大なガンダムもいます。なので気になる人はぜひ行ってみて、一緒に写真撮ってみたり、いろんな体験ができると思うので行ってみてください。では次、見どころ4つ目なんですが、それはパビリオン以外にもイベントが盛りだくさんということです。まず一つにナショナルデー、スペシャルデーというものがあります。これは万博開催中に、万博に公式に参加する国だったり地域、国際機関が1日ずつナショナルデーまたはスペシャルデーを開催します。
一日今日は例えば日本デーです。今日はアメリカデー、今日は韓国デーみたいな感じで日が振り分けられていて、その国についてのなんか文化だったりイベントだったり式典とか様々なイベントが行われるみたいです。なので皆さんが行きたいと思った日はどんなイベントがあるか調べて、どの国のナショナルデーかを調べて、それに沿って行きたい日を決めるとか、それもありだなって思います。その他にも本当に毎日のように違う日本の伝統的なダンスというか舞踊みたいなショーが行われていたり、文化の体験をできるスペースもあるし、日本以外にも各国世界のいろんな体験ができるイベントもあったり、本当に私も調べてみていろいろありすぎて逆にパニックって思うぐらいたくさんあったので、皆さんもいろいろリサーチをしっかりしてから行くことをお勧めします。では最後に注意点などをお話ししようと思います。まずはチケットです。万博に行くにはチケットが必要になりますよね。このチケットは公式サイトから購入できます。この動画をいつ投稿できているかわかりませんが、まず前売り券というものがあります。万博が始まるまで4月12日まで購入できる前売り券というのがあります。7月の18日までに絶対行くと分かっている、決めている方がいるなら、前売り券を購入することをお勧めします。これが一番安いです。そして次に開催期間中いつでも行ける前売り券もあります。7月18日までに行くかはわからないけど、開催中に絶対に行きたいって思ってる方は、4月12日までならこの前売り券を買うことをお勧めします。ですが、もし平日に行くなら前売り券じゃなくて普通の平日券を買った方が安いです。なのでこれは、皆さんのスケジュールをしっかり見て、いつどんなチケットを買うのが一番いいかっていうのをちゃんとリサーチして買ってみてください。で、1個ポイントなんですが、万博の平日券、月火水木金の平日券は6000円で、土日祝日いつでも行けるパスが7500円します。ここで1500円も差があるので、可能なら普通の平日、月曜日から金曜日までの平日券を購入することをお勧めします。そしてあくまでも予想で何も保証はできないですが、平日の方が日本人観光客は少ないと思います。多くの日本人は平日働いて土日休みっていう方が多いと思います。そういう方が多いと思うので、もし可能なら平日券をおすすめします。そっちの方が安いのでね。そしてこの入場券を買って終わりではないんです。もうちょっと手間がかかるちょっとステップになっています。先ほどいろいろ紹介したパビリオンに入るためには予約が必要です。すべてではないですが、予約が必要なパビリオンがたくさんあると思います。そして他にもイベントへ参加したり、そういったイベントを観覧するにも、席数だったりスペースには限りがあるので予約が必要な場合があります。なので行く日を決めてチケット買ったってなったら、自分たちの行きたいパビリオンを検索して、それを予約して、イベントも予約してっていう、その一日をすべて前もってプランする必要があります。ここは結構手間がかかったりリサーチに時間がかかる部分かと思いますが、絶対楽しい日にはなると思うので、ちょっと皆さんの、労力を割いてそれは頑張ってみてください。今回はエキスポについてお話ししました。皆さん行きたくなりましたか？私はもうずっと前から結構行きたいなって思っていて楽しみです。日本の中では、私が見るメディアとかでは、この万博のエキスポのいろんな問題が報道されていたりして、なんかやめた方がいいんじゃない？お金使いすぎだよね。こんな問題あるのに本当にやって大丈夫？みたいな、そういった問題ばっかり取り上げられているなと思います。そしてその問題があるのは事実です。別に嘘のフェイクニュースではないんですけど、でももうどうせやるなら楽しい方に目を向けた方が良くないですかっていう、もちろん改善する部分はたくさんあると思うんですけど、
こういう楽しいことがあるよ、こういう学びがあるよ、こういう体験があるよっていう、それを、人生に何回もあるチャンスではないので、楽しい方に目を向けて、いろんな体験ができるってことなので、行ってみて実際何か新しい学びがあったり、いろんな経験ができたらなって私は思ってます。で、会場はめっちゃ大きいし、見たいものもたくさんあるっていう方が多いと思うので、1日で全てを回るのはほぼ不可能ぐらい大きいらしいです。なので皆さんも前もって計画を立てて、2日間行ったり3日間行ったりといろんな方がいるかと思いますが、行く方は楽しんできてくださいということを言いたいです。あともし、万博に実際に行ってからこのエピソードを聞いてくれている方がいたら、ここ良かったよ、これ楽しかったよとか、これは気をつけた方がいいよみたいな注意点とかがあったらぜひコメントで教えてください。今後行きたい方の参考になるなと思います。万博サイトのリンクだったり、私が見た万博に関する動画を概要欄に記載しておくので、もっと知りたいな、もっと詳しく調べたいなという方はそちらを参考にしてみてください。万博に関する情報は変更されたり改正されたり、そういった可能性があるので、実際に行かれる方は、ご自身でまずしっかりリサーチをしてから行ってみてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。